D ガンダムは、漫画、ダブルフェイク、アンダーザガンダムの主人公、ダリーニエル・ガンズが登場する機体です。ガンダムの名を冠しているものの、ジャンクモビルスーツの寄せ集めパーツで組み上げられた、戦闘用ではなく、作業用のワークスーツとなっています。それでも、第一次ネオジオン構想時の機体のパーツを使っているため、基本性能は非常に高く、作中では何度も改修を受けて、戦闘用モビルスーツとして強化されていきました。今回は、そんな D ガンダムについて解説させていただきます。まず、漫画、ダブルフェイク、アンダーザガンダムは、宇宙世紀0090、第一次ネオジオン構想から約1年後の時代を描いた作品です。ガンダムダブルゼータにおけるアクシズとエウゴによる戦いが終結してから1年、スペースノイドの反連邦感情は拡大し、そのはけ口は反対運動からテロリズムへとエスカレートしつつありました。そんな状況で、コロニー公社を中心として、かつての戦争で傷ついたコロニーの再建計画が開始されます。しかし、住民がいなくなったからのコロニーは、テロ組織のアジトに利用されるケースが多かったため、連邦軍の護衛が必要な危険な仕事となっていました。そんなコロニー再建計画に、コロニー公社の下請け会社、モノトーンマウス社の作業員として参加しているのが、ダリーニエル・ガンズです。ダリーは、ガンダムダリーの異名で呼ばれるほど、自他共に認める熱血ガンダム野郎で、そんなダリーが、ジャンクモビルスーツのパーツをかき集めて組み上げたオリジナルのガンダムが D ガンダムとなります。本機は、戦闘用ではなく、コロニー再建の作業用モビルスーツとして建造された機体で、あくまで、ダリーの趣味を反映させた、ガンダムっぽい見た目をしたワーカーモビルスーツとなっています。しかし、ムーバブルフレームやジェネレーターは、恐竜的進化を遂げていた第一次ネオジオン構想時のモビルスーツから流用しているため、基本性能は非常に高いようです。さらに、バックパックをはじめ、剣部など各所にスラスターを有しているほか、脚部には熱核エンジンを搭載しているため、機動性もそれなりにあると考えられます。このオリジナルの形態が、俗に言う MWS-1905-1G D ガンダムファーストです。なお、当初は作業用モビルスーツとして運用していたため、戦闘用の武装を装備しておらず、コロニー作業用の7つ道具を武器として使用していました。まず、マグネットアンカーです。ダリーが絶対取れないと語るほど強い吸着力を持つアンカーで、作中ではデッキにくっつけたマグネットアンカーをリベットガンでコロニーのミラーに固定。それにより高速で回転するコロニーでデッキを振り回すことで無力化していました。他にはデッキの視界を奪う大型取り持ち弾やドリルガン、モビルスーツや岩のダミーを生成できるダミー弾、モビルスーツを破壊できる威力を持つ有線爆弾に加え、両腕部にはナックルクラッシャーを装備。また、設定画にのみ存在している武装として、B ファースト用のビームショットガンもあります。作中では、テキサスコロニーの修復作業中に、テキサスを根城にしていたテロリストカラードの襲撃を受け交戦。7つ道具を駆使して、ガザシー海を戦闘不能に追い込むも、アニーこと、アルベニシカキーストがカルズ・サカスタムに苦戦を強いられます。しかし、取り持ちで視界を奪った隙に、頭部や剣部の装甲を取り外し、内モビに取り付けておとりとして射出。ガンダムに執着するワニーが、それに気を取られている隙に撤退しました。その後、ダリーが、連邦軍のコロニー建設作業員の護衛と、モビルスーツの運用試験を兼ねたファクトリーチーム、アジャハスに所属することになったため、D ガンダムは戦闘用に改修されます。こうして改修された姿が MWS-1905-1G の D ガンダムセカンドです。最大の違いは装甲にあります。前面装甲は全てガンダリウムコンポジットという部材に変更されているため、ファーストに比べて防御性能が大幅に向上しました。また、スラスターも調整されており、バックパックも改修されて、中央にはスラスターを全開にした時にのみ露出するメインノズルを収納するなど、推力が大幅に向上しています。武装面では、パイロットであるダリーは戦闘訓練を受けていないため、使い慣れた7つ道具の一部もそのまま携帯していますが、ジェネレーターが高性能化されたことで、ビームライフルの使用も可能となりました。この専用ライフル、コードコネクテッドライフルは、ニューガンダムと同等の 3.8kW という出力を誇るライフルで、連射が可能な上に、重心下部にはグレネードランチャーも装備しています。近接兵装としては、両腕部のナックルクラッシャーに加えて、ビームサーベルも装備しています。また、
作中には登場しなかったものの、D セカンド用の5発装填可能なバズーカも用意されていたようです。作中では、サイド2において、D ガンダムを付け狙うカラードの部隊と再び交戦。有線爆弾で、エルデスコバイエのザク3攻撃型を撃破しようとするものの、誤ってズサカスタムを撃破してしまいました。アニーが撃破されたことに、激怒するバイエに苦戦するものの、アラハスの部隊の援護もあり、なんとか撃退に成功しています。その後、ダリーは、本格的に、モノトーンマウス社からアラハスへと転職し、テストパイロットになりました。そのため、D ガンダムは再度改修を受けます。こうして、完全な軍用モビルスーツとなったのが RGX-D3 D ガンダムサードです。セカンドまでは、あくまで武装化された作業用モビルスーツでしたが、サードへの改修により、D ガンダムは本格的な戦闘用モビルスーツとして生まれ変わっています。ちなみに、本機は、これまでの実戦データをもとに、グラナダの連邦軍兵器開発局が考案したプランによって製作されているため、正式な型式番号が与えられました。改修面としては、出力アップ、関節部の改良、外装強化、武装の一新と多岐にわたります。また、ムーバブルフレームのアビオニクスが最新のものに交換されているほか、装甲もすべてガンダリウムコンポジットに換装されました。これにより、当時の連邦製量産機と同等レベルの性能を獲得しています。また、頭部は、設定画では、原型機の面影を残していますが、作中では、サードへ改修した際に、リガ髄を思わせるような頭部へと変更されました。ちなみに、本機の改修は、連邦の量産機ベースの低コストカスタム機の研究という意図もあったようです。なお、この改修により、D ファーストから使用していた部品は3割以下となったため、以前とは、ほぼ別物の機体と考えていいでしょう。そのためか、作中でも、ダリーは、改修される D ガンダムを見て、なんか違うんだよな、と違和感を感じていました。武装としては、ビームの口径、車線軸、連射間隔を調整できるバスターショット。こちらは、重心下部にビームサーベルを装備し、ビーム銃剣としても使用できます。また、変形してライフルとしても使用できる。D サード用のシールドライフル。両腕部のナックルクラッシャーは、電磁粉砕式の G ブラストナックルへと改良されています。また、劇中未登場ですが、D サード用の8発装填可能なバズーカも用意されていたようです。作中では、カラードとコロニー落としを企むネオジオンの部隊と交戦。ギラ動画をはじめ、ネオジオンのモビルスーツを簡単に撃墜するなど、高い戦闘力を見せますが、ジェダ・ジェスカリオトが狩るヤクト動画のファンネル攻撃には手も足も出ず、最後はビームサーベルでコックピットを貫かれ撃破されてしまいました。その後、機体はネオジオンのレウルーラに回収されるのですが、なんと、ラリーはコックピット内で器用にサーベルを避けており生存。しかも、コックピットを貫かれたにもかかわらず、D ガンダムも通信機器以外は正常に動作しており、艦内で用事を済ませたラリーは、平然とガンダムで脱出しています。その後、ジェダのヤクト動画と拳による喧嘩を申し込みますが、恋人のチェリーが宇宙に投げ出されたと知ると戦闘を中断し、連邦モジオンも巻き込んで恋人を探させていました。なお、この後、物語がエピローグに飛んでしまうため、D ガンダムがどうなったかは不明です。こうして、ただのダリーの趣味から始まるも、連邦に渡って2度も姿を変えた D ガンダムですが、プランだけで計画に移されなかった形態もあります。それが D ガンダムの最終型である RGX-04 D ガンダムフォースです。D フォースは雑誌 MJ1989 年4月号の雑誌企画 MS90 に設定が登場した機体で、作戦行動中の機動性の向上のためジェネレーターを強化し、増加装甲の発展型である長距離航行用のブースターユニット G クルーザーを装備しています。武装はサードと同様のものに加えて、クルーザーに装備されたメガキャノンやビーム砲が使用可能です。これにより、原型機に比べて機動性も火力も格段に向上しており、もはや作業用モビルスーツとしての面影はほとんどありません。なお、メカニックデザインを担当した福地仁氏は、このようなデザインになった理由について、原稿を終えた後、シーズン2度目のスキーに行ったからと語っていました。確かに言われてみれば、どことなくスキーをイメージしている感じがします。また、G ジェネレーション、
ギャザービートでは、ゲームオリジナル機体として D ガンダム界が登場しました。見た目は元の D ガンダムとほとんど変わらない上に、ストーリーにも関わらないため、機体背景の多くが謎に包まれた機体です。ただ、原型機から攻撃力が格段に向上するため、D ガンダムの改良機とは推察できます。余談ですが、D ガンダムの名前は、主人公であるダリーのイニシャル D から取られています。企画当初は、作業用モビルスーツということで、ジョブの頭文字から取って、J ガンダムという案も出ていたようですが、省略すると、J ガン、J ガン、J ガン、と区別がしづらくなってしまうため、主人公の頭文字を機体名として採用したとのこと。そんな D ガンダムが、主役機の漫画、ダブルフェイク、アンダーザガンダムは、かなりマイナーな作品であるため、D ガンダムも、必然的に立体化には恵まれていませんでした。しかし、2024年12月に、なんと、D ガンダムファーストがハイグレード144分の1で立体化。設定画でのみ存在したビームショットガンも付属しており、昔からのガンダムファンの度肝を抜きました。ちなみに、ランナーが D ガンダムと D ガンダムファーストに分かれているため、今後、セカンドやサードが立体化する可能性もあるかもしれません。余談ですが、D ガンダムは、漫画内で中指をグイッとして挑発する姿が印象的ですが、G ゼネーターナルに登場した際には、中指ではなく人差し指でグイッとする演出に変更されていました。確かに、今のご時世で漫画版を映像化すると、いろんなところから批判を浴びそうな気がします。コンプラに配慮したのかもしれません。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。